こんにちは、イラストレーターのネグです。以前、こちらの絵の制作を解説した動画を上げたところ、いくつかの質問をいただきました。どんなアプリを使っていますかとかですね。まず私が使用しているのは iPad Pro の Procreate というソフトウェアです。そして多かったのはブラシに関する質問です。そこで今回はブラシの使い方のお話をしようと思います。よく使うものからどうやって使うのといったブラシを見ていきましょう。大事なことはブラシの形よりもブラシの使い方です。まずは一番使うブラシから紹介します。こちらです。このブラシのいいところはかっこいいシルエットを作りやすいことや筆圧で強弱をつけられるためブラシを切り替える手間が省けるなどでしょうか。用途はなんと線画と塗りの両方に使います。なのでかなり頻繁に使用するブラシです。またこちらはプロクリエイトに初期からあるブラシではございません。購入したブラシセットに付属していたものとなります。そのブラシセットに関しては後ほど紹介します。ですが本質的には初期ブラシの G ペンと似ているので代用は可能です。重要なのは筆圧に応じて太さが変わる点です。筆圧感知の感度はお好みに調整できて、私はこのような曲線になっています。ちょっと力を加えるだけでブラシが太くなりますね。最もこのブラシの恩恵を感じるときは、髪の毛などの細かい塗りと大まかな塗りの両方が必要となってくるときです。このように徐々に太さを変えながら描くことで緩やかな流れを作れます。さらに弱めの筆圧で描くことで繊細で特徴的なシルエットも描くことが可能です。この繊細な線は光の当たり方次第でさらにかっこよく見えます。意外と細かい筆使いの方が目立ったりします。こちらのイラストをご覧ください。光のシルエットがかっこいいですよね。こういう浮いている部分のシルエットが情報量を作ってくれます。このブラシ1本で大きいシルエットも細かいシルエットも描けます。髪の毛の陰影もこのブラシなら作りやすかったです。こういうところがこのブラシのメリットでしょうか。線画につきましても同じブラシを使っています。線の力強さの強弱がつけやすいことがメリットですね。こちらのイラストをご覧ください。手前のものほど大きく描かれ、強弱を感じるイラストです。それに合わせて線画も同様に強弱をつけます。鎖や手は太く描いていますが、下の方の線は目立たせたくないので細く描いています。線画に関してはこれぐらいしか言うことがないです。なぜかというと、後で塗りつぶしたり目立たなくするからです。私のイラストを近くで見るとわかるのですが、基本的に線画は結構雑です。厚塗りの力でなんとかごまかしてますね。そしてこのブラシをどこで購入したかという話ですね。ガムロードというサイトで購入しました。制作者のマティ B さんのページにあるフローラ2という植物ブラシパックにおまけとして付属していたブラシですね。ちなみにこの植物ブラシ自身も非常に優秀です。種類も豊富で植物自体だけではなく木漏れ日を描くときも使ったりできます。次に紹介するブラシはソフトブラシです。こちらは初期からあるブラシですね。使用用途は塗りだけではなく消しゴムとして使うことも多いです。硬い消しゴムではできない使い方が存在します。例えば目の線画を描く際に濃淡をつけることができます。まつげの少ない目頭の部分だけ消しゴムで優しく消すと線画が下地に馴染んで見えます。他にも使い方はあります。下地に質感を持たせるために上からオーバーレイレイヤーを使ってテクスチャを置くことがありますよね。そこで不必要な部分を柔らかい消しゴムで消すとテクスチャの切れ目が緩やかになって馴染んで見えます。また私は線画が得意ではないので一筆で描けないときは柔らかい消しゴムでごまかしながらつなぎ足して描いたりもします。今のがソフトブラシの消しゴムとしての使い方です。
他にはオクルージョンシャドウを塗るときにも使ったりします。ソフトブラシ特有のグラデーションが奥まっている箇所ほど暗くなる影の性質と相性がいいです。範囲を選択して定山レイヤーなどを使って大きく塗ります。小さく何度も塗ってしまうとムラができてしまうので注意です。ソフトブラシは空気感を作るときにも優秀です。背景も人物も暗い色の時に2つの間に塗ってあげると空気の層を作りながらシルエットも強調できます。切りブラシを使うのもいいですね。また光源の方向に大きく塗ってあげたりすると空気感が出て人物が背景に馴染んで見えます。イラストの仕上げにおすすめです。次に紹介するのはサラマンカブラシです。プロクリエイトに初期からあるブラシです。使用用途は質感作りです。四角くて使いやすい形でありながら質感のある筆跡を残してくれるブラシです。使うタイミングはディティールを描き始める前の序盤に使うことが多いです。下地を作るように大きく色を塗りながら質感を作っていきます。サラマンカブラシで大まかに色を配置してから別のブラシでディティールを作っていくという流れです。また通常ブラシではなくぼかしブラシとして使うこともあります。ソフトブラシなどで塗るとツルツルとした質感になりますよね。そこに無理やり質感を与えたいときにサラマンカブラシをぼかしブラシとして使用します。塗り広げましょう。これで後からでも質感を与えることができます。また他にも簡単に質感を与える方法があります。今回は特殊な形状のブラシを使ってみます。これも先ほど紹介した方が制作したブラシです。少し実践しながら説明しましょう。ドラム缶に陰影を与えていきます。最初はサラマンカブラシで大まかに陰影を塗っていきます。上の面を明るくすると上から光が来ていることがよくわかりますね。大まかに明暗を作ったら細かいブラシに切り替えて突起の影を作っていきます。ここからさらにさっきのブラシで質感を与えます。オーバーレイレイヤーで少し明るめの色で塗ってみます。いい感じにランダムな模様ができましたね。これをサラマンカブラシでぼかしながら違和感を消して調整してみましょう。ドラム缶を簡易的に塗ることができました。このようにオーバーレイレイヤーなどを使っても質感を作ることができます。あとよく使うのはライトペンですかね。こちらも初期からプロクリエイトにあるブラシです。特に難しいことはなく、書いた場所がキラッと光ります。2種類あります。一般的なブラシと同じように描くペンと、スタンプのように使うペン。金属などにハイライトを入れるときに使います。ハイライトの形が微妙だなと思ったときは、さっきのようにぼかしブラシで塗り広げましょう。また、ワンポイントだから目立つのであって、大部分にこれを使ってしまうと逆効果でしょう。以前の動画でこのイラストのブローチの輝きについて質問がありました。こちらのライトペンを使いました。ただ置くだけです。明るさが足りないと思ったら複製しましょう。簡単です。最後にブラシで簡単に街を描く方法を紹介します。一発ネタです。先ほど紹介した購入済みのブラシパックにこのような謎のブラシがあります。これと縦長のブラシを使います。私のコロソのイラスト講座でこのブラシを制作した回があるので、購入済みの方は見てみてください。この2つのブラシで街を作っていきます。まず下地は暗めで描いていきます。その上に先ほどのブラシを使って明るめの色で塗っていきます。これをパースを感じるような形に変形してあげましょう。この時点で少し何かが見えてきましたよね。建物の屋上です。そして縦長のブラシに切り替え、建物の側面を作っていきます。屋上の色より明るい色にすると西日が差し込んでいるような景色になりますね。同じ高さの建物ばかりだと不自然なので、大きい建物も作っていきましょう。
円形にはソフトブラシで明るめの色を置いてあげると空気感が生まれます。こんな感じでブラシの使い方次第でいろんな遊び方ができますね。ということで、今回は頻繁に使うブラシの使い方についての動画でした。昔はいろんなブラシを集めたりしていましたが、上手い人の動画を見ると結局使われているのは丸ブラシなんですよね。やはりブラシは使い方次第ですね。ご視聴ありがとうございました。